はい、実質いらっしゃいませ。今回はギターのクラシックギターの奏法に関してちょっとですね動画を作らせていただきます。すいません。いやね、同じことを言っている動画があるならわざわざやらないけど、まあ自分が見た限り誰もおっしゃってないようなのですよ。で、一応ね、まあ言いたいことはショート動画をもうすでに作ってあるんだけど、さすがにね、あれでトレモロができるようになるとは誰も思ってくれなかったっぽいので、ちょっとちゃんと動画を作ってみようと思いました。よろしくお願いいたします。ですね、言いたいことは、指と爪のこと一つずつ簡単です。要するにですね、指の深さがね、タッチの深さが揃わないとトレモロってうまくいかないですよね。どういう練習をしてもさ、結局このナイロン弦って柔らかいから、この上で練習しても安定しないですよね。深く入ったり浅く入ったり引っかかったりで、それはここでいつまでも練習してても多分なかなかうまくいかない人はずっとうまくいかないままじゃないかなと思うんですけど、で僕が提案したいのがですね、じゃあ柔らかいナイロン弦の上ではなくて硬いものの上で練習しましょうということですよ。ここですね。こう付けの上だと硬いからこれ付けに指は刺さらないでしょ。絶対こう一定の線で安定するんです。でこの感じの深さが整うと安定するんですね。で指ってどうしても中指が真ん中一体だって一番長いじゃないですか。だから普通にやったら揃うわけないんですよ。指の長さも爪の形も違うのに、どうやってそんな3つのつるんつるんとトレモロって音が揃うんだってね、どうやればいいねんっていう話なんですけど、硬い上の上で練習なんかねやってるとねなんか強制されるんですよ。でこの感じのまま見ていただくとですねわかるかな、オリンピックの表彰台みたいですよね。銅メダル、銀メダル、金メダルね。だから中指が必然的に一番上に関節が上がるんですよね。そうするとここが揃う感じです。でこれはいきなりはすぐには身につかないというか安定しないんで、1ヶ月って僕は思うんですけどね、1ヶ月この授業の時でも仕事の時でも、周りにうるさがられない程度にこうやってタララ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 ってなったアルハンブラの気持ちでねやってれば、自転車が大概の人が乗れるようにトレモロも大概の人ができるようになると思います。はい、すごくごめんなさい、こんな簡単なことでね、要するにトレモロができて、あとなんか精度とかさ、そういう曲奏とかいろいろ先生に教わればいいんだと思うんだけど、トレモロ自体はねこれでできると思います。で、気をつけたいのはね、爪の使い方なんですけど、僕はサイドを使いますね。真ん中がっつり当てるのはねどうも引っかかってなんかねダメですね横でサイドも上から見て右側と左側があるんですけど、両方ありだと僕は思います。案外ね右サイドって使いやすいですよ。こっちのこういう感じで当てる。右サイドの方が滑らかかもしれないです。ただ普段使わないサイドなんで音が細くなっちゃいますけどね。だからそういう欠点はある。でできればですね左サイドがっつり当てた方が音は綺麗ですよね。
まあ両方やってみてもらえばいいんじゃないでしょうか。両方それぞれ利点欠点があると僕は思います。まあね、真ん中でがっつりやるのはちょっと僕でも無理なんで、そこはぜひ、両脇でうまくごまかしてください。まあタッチの深さが揃って爪のサイドを使う感じが身につけば、とりあえずのアラームラーが弾けると思います。僕これクラシックギターを中学の1年の9月2学期ぐらいから始めて、翌年の中2の冬にはアルハンブラ普通に弾けてたんで、まあ大丈夫だと思いますよ。でね、この指のこの深さが揃うっていうのはすごく大切なことで、皆さんね、指が早弾きっていうかトレモロ系の早弾きね、例えばビラロボスの練習曲1番でね、これも深さを整えることを意識するんですよね、一番。なんか早く弾こうということよりも、このね、引っかかったりなんか力が入ってこう深さがバランスが崩れるとミスっちゃうって感じ。だからフォーコーなんかもそうですね。これなんかも指のタッチの深さが均一であることが一番なんか気使いますな。あとほらシャコンヌとかもあるじゃん。どうだっけ？まあこんな感じで、指のこの深さが揃うといろいろできると思います。僕はスケールのトレモロはだいたい早弾きは苦手ですけど、こういうのはね割とできる方かな。皆さんもぜひ頑張ってください。それは難しくないと思います。ぜひ。ではこんな感じで実質でしたっけ。